はい、到着しました。何ですかここは。ほら、ここ見て。怖くない？暗いでしょここ。ほら見て、謎の日本語が書いてあるんだけど、はい、どうですかこれ。皆さん綺麗でしょ。女の子がね、道路の脇に立ってることが多いんだよね。なんて書いてあるんだその看板には。なんかアイドルの写真とかを売ってたりするんだよね。赤信号無視じゃない今見て、ここがね、有名な場所だよね。もう種類がたくさんあるよね。世界一高い電波塔の東京スカイツリーだね。はい、皆さんこんにちは、次郎です。本日もこの東京を散歩して日本語を学んでいきましょう。よろしくお願いします。みんな元気だった僕はね、いつも通り元気ですよ。はい、そんな僕が今日訪れた場所は秋葉原という場所です。皆さん、東京の中にある秋葉原っていう場所知ってるかなみんな知ってる？秋葉原。ここはね、結構有名な場所ですよ。東京に観光しに来る外国人は、行く人多いんじゃないですかね、秋葉原には。有名な場所といえばさ、渋谷、新宿、銀座、浅草とかさ、いろいろあるけど、秋葉原も結構有名な場所のうちの一つだと思う。で、秋葉原がなんで有名かっていうと、そのオタク文化だよね。アニメとかゲームとかパソコンとか、そういうものを好きな人たちが、集まってくるのが秋葉原。もともとはね、そういう場所なんだけど、なんか最近は秋葉原もどんどん変わってきてるらしくて、よりインバウンド向けのね都市になりつつあるらしい。僕もね、そんなに頻繁に秋葉原行かないからさ、そんなに詳しくないんだけど、そういう情報が出回っておりますはい、ということで、今日も東京を散歩していこうと思うんだけど、なんかね、秋葉原に怪しい自販機コーナーがあるらしいから、ちょっとさそこに行ってみないだから今日は秋葉原の有名な場所を、歩いて、その途中にある、その怪しい自販機コーナーに、ちょっと立ち寄ってみようかなって思うわ。で、前回のお散歩動画では、横浜っていうエリアを歩いたよね。で、前回横浜を散歩した時は、確かね、夜の11時とか、そんな時間帯だったから、人がね全然いなかったと思うんだけど、この散歩をしてるのはね、夜の7時ぐらいだね。夜の8時ぐらいかな。だからね、結構人がいるよね。で、本当に明るいよね。やっぱりね、秋葉原って、オタク文化の聖地だから、そのオタクに関連するお店がいっぱいあるんだよね。で、みんなはさ、オタクなのみんなさ、どうせオタクでしょみんな。日本の文化に興味を持って日本語を勉強してる人たちは、大体何かしらのオタクだと思うんだよな。みんなさ、オタクでしょ僕はね、アニメとかゲームには詳しくないんですけど、僕もねオタクだよ僕もオタクなんですよ。僕は何のオタクかっていうと、パソコンとかだよね。で、秋葉原ってもともと電気街だから、パソコンパーツとかもめちゃくちゃたくさん売ってるんだよね。ほら、で今これ JR の秋葉原駅の前なんだけど、何これ、この人何してんの？両手上げてたけど、見て、ここがね、有名な場所だよね。この JR の
秋葉原駅を出たところだよね。やっぱり人がたくさんいるよね。みんな何かお買い物をしてたのかな。前方にある、黄色くライトアップされているラジオ会館は有名ですね。中にはね、たくさんのオタク、オタクたちにおすすめのお店がありますでね、昔と比べてやっぱり、外国人の方増えたよね。やっぱり日本の文化を象徴する場所だからね、この秋葉原っていうのは。アニメ好きの人にとってはたまらないんじゃないかな、この街。賑やかだね。ほら、こうやってさ、左側に見えてるみたいに、なんていうの、アニメのキャラクターが描かれてるよね。ほら。で、何のアニメのキャラクターかはね、僕全然わからない。でも多分みんななら知ってるんじゃないみんなに日本のアニメ大好きでしょ。僕はね、アニメ全然見ないからね。昔前もね、ポッドキャストで話したように、僕がね一番最後に見たアニメはポケモンだよね。ポケットモンスターだよね。じゃあね、こっち側にその怪しい自動販売機のコーナーがあるっぽいから、こっち側に向かって歩いていくわ。ほら、こうやってさ、人が多いから人を避けながら歩くのがちょっと大変なんだけど、でもね、僕こういう環境好き。こういう賑わってる場所大好き。やっぱり興奮してくるよね、こういうにぎやかな場所を歩くのってお、これはゲームセンターだね。UFO キャッチャーが中にある。何の UFO キャッチャーなんだろう。こんな感じでね、秋葉原って結構たくさんのゲームセンターがあるんだよね。ほら見て、目の前にあるのは、これはゲームセンターっていうよりはパチンコか。パチンコ屋さんだね。で、こっち側はね、その秋葉原の繁華街からはちょっと離れちゃうんだけど、こういうあまり人がいない場所にその自動販売機のコーナーがあるっぽいから、ちょっと見に行ってみようよ。日本に観光しに来たのかな、それとも日本に住んでるのかな。手をつないで楽しそうだな。秋葉原でデート楽しそうだな。秋葉原ってね、あまりデートの定番の場所ではないんだよね。だけど僕って結構ね、オタク気質な人間だから、秋葉原でデートしてみたいなって思っちゃうわ。こうやってさ、電車もたくさん走ってるよ。この電車なんだ？ JR かな。あまり見ない車両だけど特急電車っぽいね。はい、見えてきましたよ。右側に見えてるね、怪しいお店が怪しいお店が目の前に見えてる。で、ここ横断歩道ないけど渡っちゃおうかな。はい、ちょっとね、左右をちゃんと確認した上で、この道を渡ろうと思います。はい、到着しました。何ですかここは。何これ。僕もね、この自動販売機を見たのは初めてなんで、ちょっとね、緊張しちゃったよね。で、自動販売機ってさ、普通さ、ペットボトルの中に入ってるジュースとか売ってるじゃん。で、これさ、見て。ジュースもこの自動販売機では売ってるんだけど、ジュース以外のものも売ってるんだよね。カルピスソーダがたくさん売られてるな。ほら見て、こうやってさ、新幹線の模型とかが売られてるの。普通こんな場所ないからね。で、営業中ってここに書いてあるから、多分、物は買えると思うんだけど、
自動販売機の電源が入ってるように見えなかったんだよな。こっちの自動販売機はさ、ボタンが光ってるからさ、多分自動販売機の電源が入ってるよね。面白いよね。でも売り切れのものが多いね。赤く光っているボタンのところは売り切れっていうことだからね。で、これはポップコーンらしい。なんかちょっとさ、汚いからこんなところでポップコーン買いたくないなって思ってましたうん、これ何なんだろうね。何のための自動販売機のコーナーなのかがいまいちわからないんだよね。見てこれ、本当にいろんなものが売ってるでしょ。飲み物だけじゃなくてさ、こんな風におやつとかも売ってるんだよね。で、この謎の箱は文字がたくさん書いてあるんだけど、いまいちね、中身が何なのかはわからないんだよね。ほら、ここ見て。怖くない？暗いでしょ、ここ。めちゃめちゃ怖くない？で、ここにね、何が売ってるのかというと、おみくじなんだよね。ほら、見て。おみくじの紙が1枚だけ入ってるの。こんな暗い場所に誰が来るんだよっていうって思うんだけどさ、ほら見て、ここはさ、謎の箱がたくさん売ってあるので、ここにはおみくじの自販機は建物の中にあるよって書いてあるんだけど、さっきの自動販売機のことだろうね。ほら見て、こんなところに来てさ、商品買う人いないでしょ。ほら見て、謎の日本語が書いてあるんだけど、一体何がその箱の中に入っているのかはわからないんだよね。これは、ほら見て、なんかさ、怖いんだよね。よくわからない日本語の文章が書いてあるんだよ、テープに。ここも似たような自販機だよね。で、ここはね、おでんとかが売ってるっぽいんだよな。で、またこれはポップコーンの自動販売機でしょ。怖くないこれこんなところでさ、商品買う人いるのかでさ、結構自動販売機の数が多いんだよな。なんかね、こうやって自動販売機で売ってるものも、すごい種類がたくさんあって、ジャンルが統一されてないよね。こうやって奥に入ってみると、たくさん物が売ってるんだけどさ。で、こんな感じでさ、ステッカーがたくさん貼ってあるところもあるんだよね。で、これは、この場所を運営している人が貼ったステッカーなのか、それとも、ここを訪れた人が買ったステッカーなのか気になるね。ほら、こうやってなんか、ボールが売ってたり、鈴が売ってたり、飲み物が売ってたり、売ってるもののジャンルが全く統一されてないんだよ。で、この時ね、もう僕はちょっと怖かったので、もう帰ることにしました。帰るっていうか、この場所からね、立ち去ることにしました。はい、謎の自動販売機、日本に来たらぜひ皆さん訪れてみてくださいねいや、本当に謎な場所だよね。はい、もうね、早速、お目当ての場所、一番目当てだった場所はね、見終わったんだけど、秋葉原はね、他にもいろんな場所があるから、そこをね、散歩していきたいと思う。見て、この景色なんかすごいさ、日本を感じさせてくれる景色じゃない？電車があって、明るい照明とか看板があって、日本車が走っているこの風景、すごい日本的じゃない？じゃあね、こっから前に進んで、人がいるエリアに行こうか。さっきの自動販売機があったところは、もう全然人いなかったからね。あんなとこ誰も行かないよね
で、最近はさ、外国人の観光客の方がこの秋葉原ではね増えてきたんだけど、あの自動販売機の存在知っている人絶対にいないよね。うん、あの怖すぎる自販機、皆さん日本に来たらぜひ行ってみてください。僕はねもう一生行かないと思うけどね。日本ってさ自動販売機たくさんあるじゃん。で、その日本の中でも特にね秋葉原は自動販売機が、多いエリアだと思うね。うん。もちろん飲み物を売ってる自動販売機が、主流なんだけど、それ以外のものを売ってる自動販売機っていうのもあるよね。はい、ちょっとね赤信号の時間が長かったからその部分はちょっとカットしました。うん。はい、進んでいきますよ。で、この日ね、秋葉原を歩いてて思ったのは工事してるところが多いんだよな。うん、でこの日はね祝日だったからこうやってシャッターが閉まっているところも多かったんだよね。でやっぱり秋葉原の景色といえば、たくさんの明るい看板がある華やかな、イメージがあるからさ、今日はね普段の秋葉原と比べて、ちょっと暗かったから、ちょっと残念だったんだよね。それでも、人はたくさんいたけどね。うん、こんな感じで、電化製品とかを売っている場所が多いね。なんだこの男の子は。秋葉原で、多いお店は、うん、電化製品を売っているお店、あとはメイドカフェとか、あとは、アニメ関連のグッズを売っているお店、ここら辺が多いかな。うん。で、左に映ってるのは薬局だね。この前の建物も工事中だし、やっぱりね、観光客の方が、最近になって増えてきたからさ、お、なんだこの自販機。やっぱり自販機多いね、秋葉原って。そうそう。で、今何を話してたかっていうと、やっぱりね、最近になって、特に外国人の観光客の方が、増えてきたからさ、新しく生まれ変わらないといけないよね。古い建物は建て替えないといけないしさ、秋葉原も大変ですよ。時代に合わせるのがね。でここにもゲームセンターがあるよね。ゲームセンターも本当に多いよね。昔と比べてゲームセンターで遊ぶ人っていうのも少なくなってきたんだろうな。僕の親世代とかはさ、子供の頃から、ゲームセンターでねしょっちゅう遊んでたと思うんだけど、僕はゲームセンターであまり遊んだことないかな。うん。やっぱり、パソコンとかスマホとかで手軽にゲームができるようになっちゃったからさ、わざわざゲームセンターに行ってゲームをしようっていう風に思わないんだよね。こうやってね、最近はね、この女の子がね、道路の脇に立ってることが多いんだよね。多分、なんかメイド喫茶かなんかの客引きなんだろうけど、こういう景色はね、最近になって見られるようになったよね。こんなんじゃなかったと思うんだよね、秋葉原って。うん。秋葉原もずっと変わってきてるっていうことだよね。儲かるんだろうね、こういう、うん、お店はね。多分儲かるんじゃないかな。やっぱり、日本に観光で来てさ、なんか日本っぽいものを楽しみたいって思ったらさ、ああいうメイド喫茶みたいなのって、海外だとないじゃん。だから観光客の方にとってはすごい珍しくて面白いものなんじゃないかなって思うな。お、なんか作業してるね。もうお店閉めちゃうのかな、大丈夫か。すごい重そうな
棚だけど2人で運べたのかな。ほら、ここにも女の子が立ってる。ちょっと怖いんだよね、こういう客引き。うん、僕はね、個人的に、ああいう客引きにはね、ついていきたくないんだよね。なんかさ、ああいう人たちについていったら、なんかすごい高い飲み物とか、買わされそうじゃない？多分そんなことはないと思うんだけど、ただ僕が、経験がないだけで、僕の今、ただね、偏見を話したんだけど、なんかね、そういうイメージがあって怖くてね、ああいう客引きにはついていけないんだよね。うん。ということで、こっち側を歩いてって、あまり人がいないエリアに行こう。多分ね、こっちの方に行ったら、客引きの人もね、いないと思うからね。こっちはもっと静かなエリアだからね。繁華街っていうよりは、オフィスビルが立ち並ぶエリアかな。そんな感じのエリアだよね。うん、やっぱり一気に人が少なくなったよね。で、この日はさ、休日だったから、全くサラリーマンとかがいないよね。皆さんお休みなので、リラックスしてますね。こうやってちょっと違う道に入るだけで、街の雰囲気が全然変わっちゃうよね。うん。さっきとは、人の数が全然違うけど、ここら辺って人住んでるのかな、それとも、オフィスビルばっかりだから、ここに住んでる人っていうのはあんまりいないのかな。皆さん、ドーナツ化現象って知ってますか？ドーナツ化現象っていうのは、東京で働いている人が、実際に住んでいるのは東京じゃなくて、東京の周辺のエリアっていうのを、表した単語なんだけど、そのドーナツ化現象と同じことが起きてるのかな。実際はね、みんなこのエリアには住んでなくて、うん、多分このエリアで働いてる人は多いと思うんだけど、多分みんなね、東京周辺の千葉とか神奈川とか、埼玉とか、そういう場所に住んでるんじゃないかなとは思うけどね。右側のこれもオフィスビルっぽいよね。ここら辺に、例えばさ、自分がオタクでここら辺に住んでたらさ、もう本当に天国じゃない？例えば自分がアニメオタクでさ、こんな秋葉原に近い場所に住んでたら、本当に毎日が楽しいよね、きっと。多分これ、右の建物ってマンションだよね。オフィスビルっぽくないよね。で、メイド喫茶に、通ってる人もさ、多いと思うんだけど、自分がメイド喫茶が大好きで、こんな秋葉原の近くに住むことができたら、本当に幸せなんだろうな。でも多分ここら辺のエリアってさ、多分日本の中でもトップクラスに地価が高いところだから、家賃も相当高いんだろうな。うん、ここね、地味に上り坂だったんだよね。うん、でも僕はちゃんとね、足のトレーニングを毎日してますから、こんな坂道余裕ですよ。うん、僕歩くの大好きなんでね、こんくらいの坂道は余裕で登れちゃいます。はい。東京はね、関東平野っていう平野に位置している、都市なんで、基本的にね、坂は少ないんですよ。うん。平地ばかりなんだけど、ここはね、珍しく坂があるね。最近はね、たくさんの、楽な坂の登り方があるからね、エレベーターもあるしさ、エスカレーターもあるしさ、できるだけ階段を使おうとは思ってるんだけど、疲れてる時はさ、やっぱりそういう楽な方を選択しちゃうんだよな、僕は。はい。見てください、これ。神田神社って書いてあるね、右側に。大きい鳥居があるよ。これはね、神社ですね。
はい、神社です。神様がいるところですね。で、鳥居の真ん中はね、神様が通るところなので、僕は鳥居の端っこをね、歩いて入りました。ほら見て、綺麗でしょ？こんな都心のど真ん中に、こういう綺麗な神社があるんですよ。これが神田神社ですね。すごい鮮やかだよね。ライトアップされてて、まあ、夜もなんかすごい綺麗だよね。ほら、綺麗だからさ、まあ、犬と一緒に散歩に来て、写真を撮ってる人が前にいるよ。はい、どうですかこれ皆さん。綺麗でしょ？まあ、ここに来る人ね、あまりいないけど、秋葉原に来た人はぜひ歩いてここまで来てください。こんな綺麗な場所があるんですよ。でね、中もすごい広いんだよね。ほら、なんかすごい神聖な雰囲気があるでしょ？うん、ごめん、ちょっとこの左側にいた人が誰なのかは僕わからないんだけどさ。うん、その情報は僕は持ってないんだけど、とにかく綺麗っていうことはわかるよね。ほら見て、左前。あれみんな何かわかる？あれは世界一高い電波塔の東京スカイツリーだね。で、東京スカイツリーって、この秋葉原から結構遠い場所にあるんだけど、ここから見えるってすごいよね。で、東京スカイツリーとここの間に建物がないってことは、やっぱりさっき坂を登ってきた分、結構標高が高い場所にこの神社があるんだろうね。なんか楽器が鳴ってるね。何のために鳴らしてる楽器なんだろう。いいでしょう、この雰囲気。なんか落ち着いた気分になれるよね。まあ、さすが神様がいる場所だよね。前に来てる人たちは今日お参りをしに来てる人だね。で、僕もね、この後お参りをしようと思います。で、お参りをするときはね、はい、もう僕はお参りを終えてきました。あの、お参りするときはお賽銭をね、お賽銭箱に入れて、お参りをするんですけど、その時ちょっとカメラを持ってる余裕がなかったので、録画を切ってました。はい、なので皆さんごめんなさい。お参りするシーンは、なかったんだけど、ぜひ、神社でのお参りの方法が気になる人がいたらね、検索してみてください。まあ、日本に来たらね、神社に来るっていうのも、本当に、いい選択肢だと思うからさ、秋葉原に来たついでにさ、この神田神社に寄ってみてはいかがでしょうか。秋葉原の駅周辺はさ、まあ、結構たくさんの人がいたから、ここはさ、人が少なくて落ち着ける雰囲気があるから、結構おすすめだな。で、僕この神社、まあ、来たの初めてだったんだけど、さっき入った入り口と別の出口が裏にあるかなと思って、今探してるところなんだよね。うん、お賽銭を入れてお参りできるところがたくさんあるね。で、この時ちょっとね、僕不安になってたんだよね。え、一応 Google マップを見ながら歩いてはいるんだけど、うん、本当に裏側に出口があるのかっていうのが、ちょっとね、わからなかったんだよな、この時。で、本当に出口なんかあるのかなって今思って不安になってるところだね。
こんな感じで、結構ね、この神社、敷地が広くて、鳥居がたくさんあるんだよね。はい。やっと見つけました。出口ですね、これが。で、この、神田神社は、やっぱり高いところにあるんだよね。こっから道に出るには、こうやって階段をね、しかも結構急な階段を降りなきゃいけなかったんだよね。まあ結構急だったんだけど、こうやってライトで照らされてるから、まあ結構安心してこの階段は降りることができた。みんなどうだった？神田神社。雰囲気ものすごく良かったでしょ？僕は最近ね、神社にたくさん行ってるな。うん。はい。ということで、神社のエリアを抜けて、まあ普通の街に戻ってきたね。うん。これが、まあ、ザ・東京っていう感じの、まあ、そういう風景が今前に広がってるけどさ、まあ、ここら辺もあんまり人は歩いてないみたいだよね。うん。あ、人歩いてました。うん。まあ、僕よりも2倍ぐらい歩くスピードが速いですね。うん。あと身長が高いね、彼は。うん。バスケットボールか何かやってるのかな。うん。まあ、バスケットボール日本でも人気ですからね。まあ、やっぱり野球とサッカーが一番人気なんだけどね、日本ではスポーツって。まあ、バスケもね、人気ですよ。日本には何個かね、有名なバスケ漫画とか、バスケアニメあるからね。バスケアニメのグッズも秋葉原では売ってるのかな。やっぱりアニメ好きにはたまらない街、秋葉原だから、どんなアニメのグッズでも売ってるのかな。まあ、ここは、まあ、右前に見えてるのもオフィスビルじゃなくてマンションだし、左にずっと並んでるのもマンションだよね。やっぱりここら辺に住んでる人も結構多いのかな。赤信号だから止まらなきゃいけなくなっちゃったよ。みんな赤信号でさ、歩くのをやめなきゃいけなくなった時って何考えてる？この時間結構暇だよね。赤信号で待たされる時間僕結構嫌いなんだよな。まあ、僕は普段はね、やっぱり僕車好きだからさ、あの車何の種類の車かなとか、まあ、そういうことを考えながら赤信号を待ってるかな。まあ、東京はね、結構いろんな車走ってるからね。まあ、日本人って、まあ、比較的ね、まあ、国産車を買いがちなんだよね。まあ、日本車を買ってる日本人って結構多いと思うんだけど、東京はね、結構外車に乗ってる人も多いからさ、結構ね、バリエーション豊かで、東京の道を走ってる車を見るのって結構楽しいんだよね。まあもちろんね、まあ、国によって人気の車種とかって全然違うと思うんだけどさ、まあ、東京はね、平均所得が、まあ、日本で一番高いエリアだからさ、まあ、比較的高級車もたくさん走ってるんだよね。まあ、スポーツカーとかさ、まあ、そういうなんか珍しい車もたまに走ってたりするから、まあ、そういうのは見るのは好きだね。まあ、ただこの秋葉原で、まあ、さっきからさ車見てるけど、うわこの車珍しいなとかそういう風に思うような車はないね。
でここはなんか右側に飲食店が立ち並んでるよね。やっぱりこうやってさ、秋葉原から少し外れちゃうとアニメショップとかメイド喫茶とかって一気になくなって、こうやって普通の飲食店が並ぶエリアになるんだね。なんか連続して飲食店が並んでるね。あ、つけ麺とか美味しそうだな。なんかつけ麺食べたくなってきたな。つけ麺ってさ、どこの国のものなの？中国？日本の食べ物？つけ麺って。うわ、ここもつけ麺じゃん。なんかつけ麺で有名なのか、このエリアって。つけ麺食べたくなってきたな。でもつけ麺食べるとさ、ちょっとお腹に負担がかかるんだよね。なんか胃もたれしやすいからさ、つけ麺とか食べちゃうと。だから味は美味しいんだけど、食べるのちょっと躊躇しちゃうんだよな。あと油が多めのラーメンとかもね、味は美味しいんだけどお腹に負担がかかるから、うわ食べたいなとか思っても、あまり食べる勇気が毎回出なくてさ、ラーメンとかって最近食べてないな。食べたくなってきた。でここまで来ると一気に人通りと車通りが増えたね。で街も明るくなってきたよね。明らかにさっきとは様子が違うぞ。ほら向こう側を見るとさ、カラフルな看板が見えるじゃん。お、急げよ、もうそろそろ赤信号になっちゃうぞ。ひとまずここで右に曲がることにするか。秋葉原はね、なんといっても、アニメの街ですからね。秋葉原を楽しむためにはやっぱり何かしらのアニメに詳しくならないといけないよね。でみんなはさ、結構やっぱりアニメとかたくさん見るの？アニメってさ、何で見るの？ネットフリックスとか、それともアマゾンプライムとか、そういうやつ、そういうプラットフォームで見るの？うわ、やっぱりなんかあれだね、外国人観光客向けなのかな。案内も英語だったね。お、今フィギュアが売ってたね。プラモデルかな。プラモデルとかみんな好き？プラモデルとかね、いつか作って家に飾ってみたりしても面白いかななんて思ったりするんだけどさ、作ってる間は楽しくてもさ、そのプラモデルをなんか部屋に置いたらさ、ほこりかぶって掃除めんどくさいんじゃないかなとか思っちゃうんだよね。そんなこと言ってたら何も楽しめないんだけどね。もう本当にごめんね、僕こんなにつまらない人間で本当に僕ってつまらない人間なんだよね。ほらまたこうやって女の子が立ってるエリアに来た。なんて書いてあるんだ、その看板には。値段か何かが書いてあるのかな。みんな何歳ぐらいなんだろう。結構こういうお店で働くと儲かるのかな。こうやってガチャガチャっていうかガチャポンのマシンが多いね。カプセルトイっていうのかな、英語だと。ちょっとね、ここで左に曲がってこのね、面白そうな自販機を見ることにしたんだけどさ、アニメキャラ自販機だって、他にもいろいろあるんだよね。なんかアイドルの写真とかを売ってたりするんだよね。ポケモンカードも売ってるね。ほらちゃんと見てみようか。ほらこうやってアニメのキャラクターのフィギュアかなんかを売ってるんだよね。ほら、そしてアイドルの写真とかも売ってるし、
でポケモンカードも売ってるんだよな。ポケモンカードもさ、昔とすごい変わったよね。なんか今はさ、なんかポケモンカードもすごい珍しいカードだとさ、高く売れるんでしょ。もともとさ、ポケモンカードってさ、子供たちが遊ぶために作られたのに、なんかああやってさ、投資の目的で使われちゃうのちょっと残念だなと思ってるんだけど。まあでもいいのか、それでも。新たな経済を作り出してると考えれば、それはそれでいいのか。ポケモンカードはね、僕はね、たくさん持ってるよ。多分実家にたくさんポケモンカードはあると思うんだけどさ、もしかしたら実家に珍しいカードとかあるのかな。売ったら億万長者になれるかな。うん。でも僕ってね、結構珍しいパターンだと思うんだけど、ポケモンカードのゲームのルールがわからないまま親にポケモンカードを買ってもらってたんだよね。なんか今考えるとさ、すごい申し訳ないことしたなとは思うんだけどさ、ポケモンカードのルールを知らずに、ただのコレクション目的としてポケモンカードを親に買ってもらってたね。で、僕の周りの友達はみんなポケモンカードゲームのルールは分かってたね。ゲームとしてやったら楽しいんだろうね。僕はポケモンの任天堂 DS のゲームはやってたんだけど、カードゲームは熱中することがなかったんだよな。はい、こうやって JR の線路の近くに来ましたよ。JR はね、東京に住んでる人からしたら欠かせない、移動手段だよね。JR の鉄道の中にも、JR の路線の中でも本当にたくさんの種類があるからね。この秋葉原にもいろんな路線が通ってるからさ、初めて東京に来て電車に乗る人って多分どの電車に乗ればいいかってすごい迷っちゃうと思うんだよね。でも路線ごとにね、ちゃんとテーマカラーが決められてるから、それを見ればやっぱり分かりやすいのかな。どうなんだろう。やっぱり東京でずっとさ暮らしてると、東京がどれくらい難しい街なのかっていうのがわからないんだよね。なんか作業してるね。休日なのに大変だね。こういう人たちがいてね、社会は成り立ってるわけですよね。観光客で今たくさん盛り上がってる秋葉原も、多分ね、いろんなたくさんの人の努力があって、世界的な有名な街秋葉原になったんだと思うとね、感慨深いですね。いや本当に感慨深いと思ってるよ。でも休日働いてるってことは、平日にお休みがあるっていうことなんだろうね。ちゃんとさ、労働者には休む権利があるからね。法律で、こんくらい休まなきゃいけないっていうのは決まってるからさ。で、平日休みだとさ、やっぱり休日、土曜日、日曜日休みの人よりも、水曜日とか木曜日とかそういう平日に休みの人の方がちょっと得する気がするんだよね。例えばさ、土曜日とか日曜日に、どこか旅行に行こうとかってするとさ、お休みの人がその日って多いから混むじゃん。でしょ。高速道路を使って車でどこか行こうってなっても同じような考えの人たくさんいるからさ、道路が混むと思うんだよね。そういうことを考えると平日お休みっていうのも結構いいと思う。赤信号無視じゃない今。ギリギリ大丈夫なのかな。うん、結構急いでたのかな。赤信号になってたような気がしたけど、気のせいだと思います。皆さんはくれぐれも
赤信号無視はね、しないようにしてください。はい。赤信号無視はね、日本以外でも禁止されてるよね、普通。ただね、国によってさ、交通事情って違うじゃん。多分道路を運転する上での、ルールって国によって違うからさ、海外で運転するのって結構緊張するんだろうなって思う。だから東京に来てさ、日本の道路の上をさ車で運転している、外国人の方って、たくさんいるんだけど、毎回ね僕はすごいなって思うんだよね。自分が住んでいるところじゃない道路をこんなに平然と運転できるなんてすごいなって感心しちゃうんだよな。しかもハンドルの位置もさ、国によっては違うじゃん。日本は右ハンドルだけどさ、左ハンドルの国って結構多いでしょ。どうみんな秋葉原の雰囲気好き？日本はね、東京には、さっき言ったみたいにさ、渋谷とか新宿とか浅草とか、いろんな有名な場所はあるんだけど、本当にねその街ごとに雰囲気って全然違うんだよね、で時代によっても変わってきてる、で秋葉原の雰囲気はこんな感じ。僕は好きですよ秋葉原、やっぱりオタクの方っていうのかな、何かのことがものすごく好きな人が集まってくるからさ、そんな街が僕は好きです、でねこの道ねなんか室内の通路なんだよね。向こう側に行くことができる通路なんだけど、でこの通路にもね、いろんな店があるんだよね。ほら左にお菓子が売っているお店があるでしょ。で右側にも、ここは何を売ってるのかな、人形が売ってるのか、こうやって線路の下でもねその場所を有効活用してたくさんのお店があるんだよね。で本当にやっぱりゲームセンター多いよね。高架下にもゲームセンターがちゃんとありますよ。ゲームセンターで僕がやる遊びといえばやっぱりマリオカートかな、UFO キャッチャーも好きだけどね。でも UFO キャッチャーってさ取るの難しいんだよ商品を、UFO キャッチャーってものすごく難しいからさ、かけたお金に見合うだけの結果が得られるか分かんないじゃん、だからねそういうなんて言うんだろうな、ある意味ギャンブル的なそういうゲームあまりやりたくないんだよな。でも楽しいよねやる分には。ワンプレイ100円とか200円とかそういう少額でできるから、エンタメとしてはいいよね結構 UFO キャッチャーっていうのはさ。でさっきも JR の改札口を通ったけどその反対側の改札口だね。やっぱり秋葉原の駅は広いな。で秋葉原に通ってる電車って JR だけじゃなくてこの左側に見えてるのってつくばエクスプレスっていうまた別の路線なんだよ。茨城県のねつくばっていうエリアに行くそういう電車なんだけど、すごいスピードが速い電車。でも観光客の方がつくばエクスプレスを使う時ってあまりないだろうな。どういう時に使うんだろうな。茨城県ってあまり世界的に有名な都道府県じゃないと思うんだよね。筑波山っていう有名な山があるんだけど、
まあ、その山を登山するにはね、まあ、その山を登山するためにはやっぱり東京から行くとするとこのつくばエクスプレスをね使わなきゃいけないからさ。でさっき信号を渡ろうとしたんだけど赤信号だったんだよね。で赤信号を待ちたくないからとりあえずね歩いてみることにした。でこの信号が青になるのを待ちます。よし、青になった。はい、青信号になったのでこの横断歩道を渡りたいと思います。やっぱり止まらない散歩っていいなやっぱり人生は常に前に前進していたいからね。はい。で、これはね、ヨドバシカメラっていう家電量販店だね。で、ここはね、結構大きな家電量販店だから、何でも売ってると思う。うん。洗濯機、冷蔵庫、ゲーム、携帯、何でも売ってます。で、ここで、この警備員の方にね、ちょっと止まってくださいと言われました。ここ4人も人いるのかなでも丁寧だよね、対応が。やっぱり車が来てることに気がつかなくて気がつかないっていうこともあるからね。まあ、秋葉原はさ、まあ、このヨドバシカメラなんかは、まあ、駅が目の前にあるけど車で来る人いるんだね。運転手に運転をしてもらうようなお金持ちとか、まあ、あとは自分の家に駅がない人とかなのかな、車で来る人っていうのは。ほら見て、入り口も結構大きいでしょこのヨドバシカメラ。ほらまたガチャポンがあるね。でこっちの方はこうやってこのヨドバシカメラの脇も店がいっぱいあるんだよね。やっぱりラーメン屋さんが多いよね。ほら見て、ここにもガチャポン。もう種類がたくさんあるよね。いやもう何人の人が考えたんだっていうぐらいたくさんの種類があるけどさ、確かワンプレイ200円とか300円とかそんな感じだよね。うわ、またこの入り口付近のうるさい音だね。まあ、実際にこの道を通るときよりもこうやって録画した動画の音声の方がうるさいな。コインロッカーがある。わかりやすいね。文字でちゃんとコインロッカーって書いてあるよ。まあ、コインロッカーが多いのも、まあ、観光客が多いっていうことの表れなんだろうな。はい、この時僕走ってます。もう青信号のチャンスは絶対に逃したくないからねうん、赤信号になる前に渡っちゃいたいからね。ほら僕よりも走るの速い人たちがいるね。渡れました、走ったおかげで。あの横断歩道結構さ距離が長かったから一回赤信号になっちゃうとさ、その赤信号のまま結構長い間それが継続する気がするんだよね。だから渡りたいなって思ったんだよ。なんかここはなんか東京の下町っていう感じがするな。飲み屋街かな。飲み会をしてる人がたくさんいますね。僕こっち側ねあまり来たことなかったんだよね。もうなんかオタク文化の雰囲気はないよね。なんか普通の日本の東京の飲み屋街っていう感じがする。
こっち側にもお店たくさんあるんだね。で確か右側がさ高架下になってるんだけど、そこの上を走っている電車が総武線っていう電車で、このまま前に進むとね千葉県に向かうんだよね。千葉県はどういう都道府県かっていうと、東京ディズニーランドがある県だね。で東京の、東側に位置する県で、千葉県からこの東京の方に働きに来る人はこの中央線、あ、ごめん間違えた、この総武線に乗ってやってくる人多いと思うんだよな。で向こう側にも飲み屋はあるのか。よくわからないんだけど、一旦ね秋葉原の、中心地の方向に戻るためにここは一回右に曲がります。この景色は東京っぽいね。すごい東京的な風景ですよこれは。ここにも飲み屋がある。いいなぁ、楽しそう。最近はね、夏の一番暑い時期は終わったから外でね食べたり飲んだりしても、気持ちいい季節になってきたな。このまま冬に行っちゃうとね寒くなるんだけどね。やっぱり休日だから人があまりいないし、建物の中の明かりもついてないよね。であとこういう駐車場が多いよね、こういう場所って。ほらこれも駐車場だよ。東京だとね、駐車場探しには苦労しませんよあまり。観光地とかだとねあまり駐車場スペースが余ってなかったりするんだけど、こうやって、1時間あたりの料金が決められてる駐車場っていうのがね、結構たくさんあるんだよね、東京を歩いてると。ほら見て、これも駐車場だよ。駐車場多すぎない？駐車場結構多いよね。どうなんだろう、これでも供給過多にはなってないのかな。こういう、土地を有効活用して、駐車場にすることはいいと思うんだけど、オーナーの方はちゃんと儲かってるのかな。秋葉原ってねやっぱり車で来る場所っていうよりは電車で来る場所っていうイメージが強いからさ、駐車場を経営していて儲かってるのかっていうのはすごい気になるんだけどさ。この上が高速道路だよね。ここにも地下に行く階段があるけど、これは何の駅だろうな。多分地下鉄に入っていく出入り口だと思うんだけど、何の駅かはわからないな。結構東京ってね、特に地下鉄はね、駅と駅の距離がすごい短いんだよね。だから少し歩くとまた別の駅になってるね。都心を流れる川ですよこれが。でここね歩道橋を歩くか迷ったんだよね。歩道橋でさ階段を登るのがちょっと疲れちゃうから、横断歩道を渡るか歩道橋を渡るかちょっと迷ったんだけども、僕はね、歩道橋を渡らないことにしました。さっき坂を登るのが余裕とかいう話してたよね。僕下半身のトレーニングしてるから
坂なんてへっちゃらな、坂を登るなんてへっちゃらですよみたいな話さっきしたんだけどさ、今歩いて1時間経ってるんだけど、ちょっと疲れてきたよね正直。まあ、ちょっと疲れたので、まあ、平地を歩くことにしましたよ。ここにも地下鉄の出入り口あるね。まあ、こんな風にね、地下鉄の出入り口が本当に多いんだよな、この東京は。でね、ここで青信号を見つけましたよ。この青信号、この横断歩道もすごい距離長いからさ、一回赤信号になったらなかなかまた青にならないだろうなと思って走ってます。急いでます。はい、余裕で間に合いましたね。あ、でももう点滅し始めた。走ってよかったよ本当に。走ってなかったら絶対間に合わなかったでしょ今の信号。信号にもさ、いろいろ種類あるよね。目が見えない人のために音が鳴る信号とかあるんだけど、さっきの信号は音が鳴ってなかったね。夜は音が鳴らないようになってるのかな。信号によって音が鳴るものと鳴らないものがあるっていうことなのか。僕はね、信号の専門家ではないんで、そこら辺の詳しい事情はよくわからないんで、もしね、気になった人がいたら、Google とか、チャット GPT とかで調べてみてください。僕はね、そこまで気にならないんで、今は調べないでおきますね。もし調べた人がいるとするならば、コメント欄に書いてください。コメント欄に、音が鳴る信号と音が鳴らない信号の違いを書いていただけるとありがたいです。これ右に20って書いてあるでしょう。これは、制限速度が、20キロっていう意味だね。車は時速20キロ以内で走ってくださいっていう意味です。僕のこの散歩動画でみんなもね、日本の道路のルールを知れると思うんだよね。今回の散歩動画は、結構1年くらい前に散歩動画たくさん投稿したことあるんだけど、本格的に YouTube をやってからは2本目の散歩動画なんですよこれでね。みんなこれから散歩動画をたくさん見ていくと、もしかしたらね、日本の道路事情に詳しくなるかもね。この道相当広いぞ。この道すごい広いのに一方通行だよ。広すぎない？この道。この道相当広いからさ、両脇に車が停車してあるね。車を止めることができるくらい広い道で、今上に新幹線通ってたね。秋葉原から新幹線を見ることができる。ただ、秋葉原には新幹線は止まりません。秋葉原から、電車で、2個隣の東京駅っていうところに新幹線は停車します。だから新幹線でね、例えば大阪から秋葉原に来るとかっていう時は、東京まで新幹線で来て、そこから山手線で秋葉原に来るっていう感じになるね。で、なんかこの小さい橋が気になったからここを歩いてみてるんだけど、さっきの道とは対照的だね。すごい狭いね。大人3人が横に並んだら埋まってしまうくらいの幅しかないね、この橋は。
で、これ前を歩いてる人がね、タバコ吸っていて、そうタバコの煙がね、もう僕の方に全部来てたんだよね。うん。だからね、なんかすごい臭いなとかっていう風に思ってたんだけど、日本ってさ、歩きタバコってしていいの？いや僕、喫煙者じゃないから、ルールよく分かってないんだけど、歩きタバコってしていいんだっけ？なんか、うん、ちょっとルールがよく分かってないから、いいのかダメなのか分かんないんだけどさ、あ、お寿司だ。お寿司食べたい。秋葉原で提供されるお寿司の魚ってどこから来てるんだろうね。まあ、近くに築地、間違えた、豊洲市場っていう魚を取引している市場があるから、そこから来てるんだよね、多分。比較的、この秋葉原から近い場所にあるから、新鮮なお寿司を食べることができるのかな、さっきの店だったらね。はい。秋葉原駅の近くに戻ってきましたよ。さっきより人少なくなってるかな。まあ、さっきよりは、まあ、夜遅い時間だからさ、もしかしたら人が減ってるかもしれないけど、あ、いや、でも、向こう側を見る限り、人はまだたくさんいそうだね。ただね、閉まっている店とかもさっきと比べて増えたと思うんだよな。皆さんはこの後どこに帰るんだろうね。まあ、観光客の方はどっかでホテルに泊まるんだろうけど、みんなどこのホテルで泊まるんだろう。東京を観光するときに、まあ、有名な、東京を観光するときに宿泊する定番の場所ってどこなんだろうね。ライブ禁止って書いてある。ライブしちゃう人いるのかな、こういう道で。まあ、確かに道が狭いから、まあ、ギターを持ってマイクを持って路上ライブできそう、しやすそうな環境ではあるよね、確かに。こういう小さい路地入るの僕大好きなんだよね。また自動販売機がたくさんあるけど、本当にたくさん自動販売機あるな。なんか一つの自動販売機につき一種類の飲み物しか売られてないような気がしたけど、気のせいかな。でここら辺もね、パソコンの部品がたくさん売ってるエリアではあるんだけど、まあ、夜遅いからなのか休日だからなのかわからないけど、もう閉まってたよね。まあ、僕はね、アニメも見ないしゲームもやらないから、秋葉原で一番興味があるとすればパソコンとかパソコンのパーツだけどね、この時間帯はもう閉まってたからちょっと残念だったわ。ほら、そしてゲームセンターがまたあるよ。本当にゲームセンターの激戦区だよね、秋葉原って。しかも1種類だけじゃないからね、やっぱゲームセンターを運営している会社っていくつかあるからね。はい、秋葉原の中心地に戻ってきたので、でもやっぱり夜遅いから駅の方向に向かって歩いて行ってる人が多いよね。僕と同じ方向に歩いてる人は少ない。この人何を引っ張ってるんだろう。右でなんか物を売ってるのかな。何をしてるんだ、今のなんだろうね。
はい、ちょっとね、もう時間になってきたね。どうでしたか、今日の秋葉原の散歩は。楽しかった？今日はね、怪しい自動販売機を見てから秋葉原の街を散策したけどさ、僕もね、久しぶりに秋葉原歩いてめちゃめちゃ楽しかった。で、ぜひ、秋葉原にこれまで来たことがない人はね、実際にこの秋葉原に来て、堪能してみてはいかがでしょうか。僕はね、さっきお寿司の看板を見てお腹が空いちゃいました。はい、ということで、これで今日のお散歩は、終わりにします。見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。